こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて相変わらずで、羊毛の生え変わりの時間を使って色々調べているものの、どうも気になることが出てきました。ここまで来て、羊毛と小麦の収集ペースがあまり変わらないんですよね。ちょうどバランスが取れているのね。さて前回は、目いっぱいの豚と6個回となりました。翻弄し尽くされていたわね。少なくともレアな現象が3つ、試行錯誤で気づいたことが2つありました。短時間でそれだけ重なったのは、過去のプレイを思い返してもちょっと他に類を見なかったです。なお、一部の方のコメントで、カットして欲しかったとのご意見もありましたが、それをすると本質的に別ジャンルの動画になります。私のマイクラに対する興味どころから、そちらのジャンルの動画は作る気になれないので、ご理解いただければと思います。つまり、試行錯誤とレア物探しの動画ね。プレイ日誌的な動画でもあったりと、まあ要するに私の好みそのまんまです。ちなみに、過去に採掘プレイを多く企画に盛り込んだのは、試行錯誤の産物の、風車型の長期運用チェストの理由があったりもします。この方ならば長くモチベーションが維持できるとの予想が正しいか、検証したかったんですよね。それで、未だに手際良いのは採掘だけよね。ウィザスケの頭集めもだいぶパターン化できています。さて、手持ちレールはこれしかないのでここで折り返して、フェンスの上からハサミを使用してみます。この企画で集める建築材でまだ心配なものは、海底神殿以外はエメラルドのみなんです。さて、初めて試す事柄は大体いつもドキドキです。見える分だけわかりやすいわね。なお連続でハサミが使えている部分の音の時間を調べてみたら、ハサミは1秒間で5回使えるようです。トロッコの最高速は毎秒8メートルなので、1.6 メートルごとにハサミが使える、ということになります。1メートルごとでは無理なのね。となると、今の1ブロックにつき羊1頭の牧場では、片面を走行するだけでは借りきれないんですよね。さて今の羊毛狩りで、羊毛はラージチェスと半分埋まりました。目安としては、村人取引の上限解除も考慮すれば、羊毛3スタックにつきエメラルド9個取得できます。つまりここまででブロックなら9個ね。小麦も大体同じ取引率なので、現時点でエメラルドブロック19個相当となりました。もしもエメラルドブロックを160層目に置くのなら、ひょっとしなくても、羊毛と小麦をそれぞれ約1万ずつ必要となります。数だけならピラミッドの5分の1相当ね。やっぱり無謀かな。さて、小麦が再び収穫の時期になりました。牧場の実験はひとまず中断です。これまで収穫まで1時間以上とは思っていたのですが、調べてみたら前に収穫してから2時間近かったです。意外と時間かかるのね。そして5分ほどで3枚の畑を収穫し終わり、日課の羊毛狩りを挟みます。そして3分ほどで終わって、再び小麦の収穫を。今は畑は8箇所作成してますが、もし小麦収穫と羊毛狩りを絶え間なく行うのならば、45箇所の畑が必要となりそうです。今の5倍以上ね。もしも牧場を廃止し、小麦畑のみで絶え間なく収穫し続けるのなら、単純計算で72箇所。今の畑の9倍です。さて、どうするべきなのでしょうか。牧場廃止も考えているの？少なくとも視野に入れています。今の仕組みでは小麦の方が 1.5 倍ほど分がいいんです。まあともかくそういえば、改良畑の欠点が一つありました。この形では時々何かの拍子に、工作地が壊れてしまうんですよね。テリーが落ちるからじゃないの。いえ、私がプレイする以上は、私が落ちることは防ぎようがありませんので、構造上の問題なんです。さてようやく、8箇所の畑を収穫し終わりました。今回の田舎暮らしでは最後です。
あとは羊毛狩りに勤しむだけですが、そういえば羊は結構な身打つんですよね。奥に流れていっているわね。もしかして、フェンスの上に土ブロックを乗せる絶好のチャンスです。これでフェンスに羊毛が乗らなくなるか確かめられそうだけど、フェンス上からの羊毛狩り実験はどうするの？レールも移し替えてしまいます。ちなみに土ブロックを乗せてみたところ、案の定羊の居住スペースが狭くなってしまったようです。土ブロックに引っかかっているわね。原木を持ってきているので、フェンスの上にフェンスを置くことも考慮していたのですが、でもこの狭さだと、レールに平行の向きでいてくれることが多い感じです。意外とトロッコと相性が良いのかもしれません。ただ、順調に土を受けていたのはここまでで、羊一匹のために難航し始めました。フェンスの上からだと微妙に押し込むことができません。向こうにスペースあるのに。まあでも今使えるレールが少ないので作業量は少なく、もう少し粘ります。こうやって羊をなるべく遠くに引きつけておいて、そこからダッシュで土を配置してしまえば、よし。ここはダメ。まだこの一頭が引っかかっています。牧場の反対側に回ってみる？それだとこっちに戻った時に、また引っかかっていそうな気がしましたが、後から考えてみると向こうからでも土が置けました。結局10分かかって作業完成。いきなり動き出したのでハサミまだ用意してないです。何をやっているんだか。まあそれにしても、これトロッコにハサミを阻まれたりしないでしょうか。いけますねこれ。ハサミの方が強かったんだ。なんだか結構いい感じじゃないでしょうか。往復でほとんど借り切れたわね。さて、数から言ってあと一踏ん張りです。この時点で鉄インゴットをちょうど使い切ったので、このハサミが消耗しきるまでトロッコ連続運用でゴリ押しします。そして6分かけて、ようやくハサミを破損寸前まで使い切りました。さて最後なので、フェンス上にこぼれた羊毛を拾い集めて、と言ってもわずかしかありませんでしたが、ともかくこれで羊毛はエメラルドブロック12個相当、小麦は14個相当になりました。合わせて26ブロックね。村人取引で、机上計算通りにエメラルドブロックの数が集まるのなら、現在の備蓄に26ブロックが加算され、レベル4ビーコンが起動できる必要ブロック数を、ようやく超えた感じです。これでようやく海底神殿攻略準備が整いそうね。まあ取引と、水中呼吸ポーションって何で作るんでしたっけという感じで、プレイ後に調べたらフグだったようです。さて、廃校で幾度か見かけていますが、チェスト付きトロッコを作るのは初めてです。小麦はともかく羊毛はこれなしでは運びきれません。やっと手を出したわね。レール敷く手間などから考えると、意外と使いどころが限られそうです。さて次は、干し草の俵への圧縮ですが、これが意外と手間でした。最終的には4スタックと49個となりました。ピラミッドに積んだ量より若干少ない程度です。では、そろそろお家に帰ります。実はこの収録は、普段よりかなり伸びてしまっていて、へたばっています。なのでただ待つだけの手放し運転で帰りたかったところなのですが、チェスト付きトロッコには動力がなかったんですね。まあ生き物ではないものね。まだ止まるならマシな方で、意外と扱いに苦戦してしまいます。そして、豚トロッコを跳ね返したからのトロッコを連結し、トロトロ運転で拠点近くに着いた頃には、夜になってしまいました。で、どうしましょうか。放っておいても自然に止まるわよ。いわゆる無駄なあがきです。正直プレイ中に、なぜこう振る舞ったのか覚えていません。というわけで、ピラミッド拠点に着いたところで今回はここまでです。次回は200を超える村人取引と、釣りでしょうか。余裕があれば、
一つ目の海底神殿の会場まで行ければと思います。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。